こんにちは。今回はこちらのティッシュカバーを編んでいきます。こちらはクシュッと絞ってリボン結びタイプ。こちらはゴムの入れ口から入れるタイプ。編み方は底の中心からグラニー編みでぐるぐる編んでいきます。こんな感じの箱型に編めたら紐を通します。ティッシュを入れてクシュッと絞るとお花が集まってリボンを結んだら完成です。よかったら編んでみてください。では今回も柔らかい糸で編んでいきます。こちらのキャンドゥさんで購入した七色彩色の中細とお花は浜中アメリーで編んでいきます。七色彩色の方はカラーナンバー2554番と2557番でかぎ針は3号から5号になっています。アメリーは色番56番でかぎ針は5号から6号になっています。今回は本体は4号でお花は5号で編んでいきます。ではここが底の中心ですね。ここの底の中心をこんな感じの作り目で編んでいきます。この輪っかに次の段でグラニー編みを編んでいきます。ではこちらの糸を4号で編んでいきます。まず最初の作り目を作って最初は鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら針に糸をかけてここの1つ目の鎖ですね。1つ目の鎖の下1本に針を入れて上の2本すくって長編みを編んでいきます。糸を持ってきて長編み。次からは鎖3目と長編みで編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら針に糸をかけて1つ目の鎖のすぐ下のここの2本。ここに針を入れて長編みを編んでいきます。こんな感じの輪っかですね。今回はこの輪っかを5個編んでいきます。1、2、3かけて1つ目の鎖のすぐ下のここの2本。ここに針を入れて長編み。1、2、3かけて2本拾って長編み。1、2、3。2本拾って長編み。こんな感じですね。長さは約5センチになっています。ティッシュに合わせるとこのくらいです。では底の1段目から長編み3目のグラニー編みを編んでいきます。今編んできた作り目の輪っかが1、2、3、4、5と5つありますね。で、両端のところにはそれぞれ
長編み3目の束を1、2、3、こちらも1、2、3と3つ編んでいきます。で、ここが最初なんですけども、ここからまず1、2と束を2つ編んで、そしてぐるっと1周編んだら、最後に残りの束を1つ編んで、最後にここでつないでいきます。では長編み3目の束を2つから編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。これは長編み1つ分なので、鎖の3つ目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、ここの輪っかのスペースに針を入れて、糸を持ってきて、長編み。もう一つ編んでいきます。かけて、糸を持ってきて、長編み。これで長編みが3目ということですね。そしたら次は角になるので、角は鎖を2目で編んでいきます。1、2。そしたら針に糸をかけて、ここの輪っかのところにもう一つ長編み3目の束を編んでいきます。1、2、3。端の輪っかに束が1、2と2つ編めました。そしたら針に糸をかけて、次の輪っかのスペースにまた束を1つ編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら針に糸をかけて、次のところに針を入れて、また長編みを3つ編んでいきます。1、2、3。また次も3つ編んでいきます。1、2、3。こんな感じですね。そしたら次は端の輪っかですね。ここには束を3つ編んでいきます。かけて、1、2、3。3つ編んだら角なので鎖を2つ編んでいきます。1、2。2つ編んだらまた編んでいきます。同じところに針を入れて、1、2、3。3つ編んだらまた角になるので鎖を2目編んでいきます。1、2。そして同じところにまた3つ編んでいきます。できたらこの糸端を手前に持ってきて編みくるみながら編んでいきます。かけて、端の輪っかに1、2、3。ではこんな感じですね。端の輪っかに長編み3目の束が1、2、3。そして角は鎖を2目ずつですね。そしたら続いてここを編んでいきます。それぞれ束を1つずつ編んでいきます。かけて、次のところに針を入れて、糸端を編みくるみながら、1、2、3。次のところに
針を入れて、1、2、3、1、2、3。ここが端のところですね。ここも一つ編んでいきます。1、2、3。ではこんな感じで束を一つずつ編んできました。ここが最初の輪っかのところですね。ここも1、2、3と3つありますね。そしたら糸端を向こうに持っていって、ここをつないでいきます。まず鎖を1つ編みます。そして鎖の3目め、ここに針を入れて細編みを編んでいきます。糸を持ってきて細編み、こんな感じですね。これで1段目が完成です。では編みくるんできた糸端はここでカットしておきます。では2段目ですね。2段目以降はここの角の4箇所、ここのスペースに束を2つで、その間に鎖を2目、それ以外のところは束と束の間のこういったスペースですね。ここにそれぞれ束を1つずつ編んでいきます。で、最初のところは束を1つ編んだらぐるっと1周編んで、残りの束を編んだら、さっきと同じように最後の目がここのスペースの真ん中で終わるように鎖と細編みでつないでいきます。では2段目ですね。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分なので、3つ目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、足元の同じスペースに、あと長編みを2目編んでいきます。これで長編みが3つ分ですね。そしたら針に糸をかけて、次のところに角の編み方を編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら鎖を2つ編んでいきます。針に糸をかけて同じところにもう一つ束を編んでいきます。1、2、3。これが束の編み方ですね。そしたら針に糸をかけて、次のここのスペースですね。ここに針を入れて長編みを3目編んでいきます。1、2、3。かけて、次のところ、ここに針を入れて、1、2、3。次はここ。次はここですね。そしてここで角の編み方ですね。とりあえずここまで編んでいきます。ではここのスペースまで編んできました。次は鎖2目の角のところですね。角の編み方をしていきます。かけて、まず長編みを3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら鎖を1、2。
そしてまた同じところに3つ編んでいきます。1、2、3。角の編み方ですね。そしたらまた次角ですね。同じように角の編み方を編んでいきます。次のところに針を入れて、1、3。こちらも角の編み方ですね。こんな感じです。そしたらここのスペースですね。ここにまた一つずつ束を編んでいきます。ここですね。ではここまで編んできました。そしたらここの最初のスペースですね。ここに戻ってくるので、またここのところに残りの束を一つ編んでいきます。1、2、3。そしてつないでいきます。つなぎ方は鎖を1つ編んだら、この鎖の3目めですね。ここに針を入れて細編みでつないでいきます。糸を持ってきて細編み。こんな感じですね。では3段目ですね。3段目以降も鎖2目の角のスペースには角の編み方、そしてその他のスペースには束を1つずつ編んでいきます。最初は束を1つ編んでぐるっと1周編んだら、最後に残った束を1つ編んで同じようにつないでいきます。1段増えるごとに4つの辺でそれぞれこの束が1つずつ増えていきます。では3段目ですね。鎖3目で立ち上がります。1、2、3。3つ目の鎖にマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、ここのスペースに長編みをあと2つ編んでいきます。1、2。長編み3目分ですね。そしたら針に糸をかけて、次のここのスペース、ここに束を編んでいきます。1、3。かけて、次は角ですね。角の編み方を編んでいきます。1、3。これが角の編み方ですね。そしたら次ここからですね、一つずつ編んでいきます。そしてここが角ですね。で、一つで角という感じで編んでいきます。では最初のスペースのここから編み始めて、ぐるっとここまで編んできました。次は最初のスペースに残りを編んでいきます。ここのスペースまで編んだら、針に糸をかけて、ここの角のスペースですね。最初のところに長編みを3目編んでいきます。3つ編んだら、また同じようにつないでいきます。まず鎖を編んだら、ここのマーカーのところですね。鎖3目の3目め。ここに針を入れて、糸を持ってきて、細編みでつなぎます。こんな感じですね。では4段目も同じように編んでいきます。鎖2目の角のところは角の編み方。
それ以外のスペースのところは束を1つずつ編んでいきます。で、最初のところは束を1つ編んで、ぐるっと1周編んだら、残りの束を1つ編んで、で、鎖と細編みで同じようにつないでいきます。こんな感じであと何段か編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5、6、7と7段編んできました。では続いて側面を編んでいきます。では側面の1段目ですね。この段はすべてのスペースに長編み3目の束を1つずつ編んでいきます。角の鎖2目のスペースにも束を1つだけ編んで、これが減らし目になって側面になっていきます。では側面の1段目を編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分なので、鎖の3目目のところにマーカーをつけておきます。足元のスペースにあと長編みを2つ編んでいきます。これで長編みが3つ分ですね。そしたら次のスペースからも同じように束を1つずつ編んでいきます。1、2、3。また次も3つですね。こんな感じで編んでいきます。ではここからここまで編んできました。次は角のスペースですね。ここにもさっきと同じように束を1つだけ編んでいきます。針に糸をかけて角のスペースに長編みを3目編んでいきます。2、3。そしたら続いて次のスペースにも同じように編んでいきます。1、2、3。こんな感じですね。編み目が立ち上がってきましたね。そしたら同じようにスペースに束を1つずつ1周ぐるっと編んでいきます。ではここからぐるっと1周編んできました。この長編み3目の束が全部で36個になっています。ここの最初の角の横のところまで編んでいます。ここが最後のところですね。ここまで編んだら、ここの鎖3目目のところにつないでいきます。最初の鎖3目の3目目。ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。では側面の2段目以降は減らし目はなくて、それぞれのスペースに束を1つずつ編んで、ぐるぐる何段か編んでいきます。このスペースが36個ありますので、束が36個のまましばらく編んでいきます。側面の2段目ですね。まず鎖3目で立ち上がります。足元のスペースに長編みをあと2つ編んでいきます。これで長編みが3つ分ですね。そしたら次のスペース、ここにも長編みを3つ編んでいきます。また次のところですね。こんな感じでしばらく何段か編んでいきます。ではこんな感じで側面を13段編んできました。
では糸をカットして引き抜きます。では糸始末をしておきます。ティッシュを入れるとこのくらいです。では色を変えて同じ4号で額と葉っぱを2段で編んでいきます。まず1段目は土台を編んでいきます。この段は長編み3目の1つ目の長編み、ここにそれぞれ細編みを編んでいきます。で、細編みと細編みの間は鎖4目を編んで1周編んでいきます。では1段目ですね。適当なところの長編み3目の1つ目の長編み、ここの頭に針を入れて、次の葉っぱの糸をこちらに持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、ここから編んでいきます。まず細編みなので鎖1つで立ち上がります。同じところに針を入れて糸を持ってきて細編み、細編みを編んだら鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4、4つ編んだら次の束の最初の長編み、ここに針を入れて細編み、これを繰り返し編んでいきます。細編みを編んだら鎖を4目ですね。1、2、3、4。そしたら次の束の最初の長編みの頭、ここに針を入れて細編み、こんな感じで編んでいきます。では1周編んできました。1周編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では2段目ですね。次のスペースから編みたいので、次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動して、ここから編んでいきます。額と葉っぱは同じ編み方なので、同じ編み方で1周編んでいきます。額は花びら4枚を編み入れるスペースを4つ、中長編みと鎖で作っていきます。まず鎖3目でスタートします。1、2、3。ここから中長編み、鎖と交互に編んでいきます。針に糸をかけて、スペースに針を入れて、糸を持ってきます。そして全部引き抜いて、中長編み、そして鎖、また針に糸をかけて、糸を持ってきて、中長編み、鎖、針に糸をかけて、糸を持ってきて、中長編み、中長編みが1、2、3、3目ですね。そしたら最後も最初と同じように鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じスペースに針を入れて引き抜きます。こんな感じでスペースが1、2、3、4と4つできましたね。次の段はこのスペースに花びらを
1枚ずつ編んでいきます。そしたら鎖を1つ編んで、次のスペースに針を入れて、また引き抜き編みで移動します。そして同じように編んでいきます。まず鎖を3目ですね。1、2、3かけて、中長編みを1つ鎖、2鎖、3、3つ編んだら鎖を1、2、3、3つ編んだら下のスペースに引き抜きます。こんな感じですね。そして移動の鎖を1つ編んだら次のスペースに引き抜き編みで移動して、また鎖3目でスタートして同じように編んでいきます。こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。では1周編んできました。最後のところで下に引き抜いたところまで編んでいます。そしたら一番初めの額のここからここに引き抜いた時にできたこの辺りですね。ここの鎖目。ここに針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。ではこの糸も糸始末をしておきます。では本体ができました。ではお花を編んでいきます。こちらのアメリーを今度は5号で編んでいきます。では編んでいきます。額の右端のスペースに針を入れて、お花の糸をこちらに持ってきます。ここでまた一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。そしたら今度は針に糸をかけて、足元の同じスペースに長編み3目の玉編みを編んでいきます。糸を持ってきて、2本だけ引き抜きます。未完成の長編みですね。あと2つ編んでいきます。かけて、糸を持ってきて、2本だけ引き抜きます。かけて、糸を持ってきて、2本だけ引き抜きます。これで未完成の長編みが3目ですね。そしたらかけて、一気に全部引き抜きます。そしたらまた鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じスペースに針を入れて引き抜きます。これが1枚目の花びらですね。こちらの裏側が表になっていきます。そしたら今度は次のところにまた花びらが見たいので、次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動して、また同じように編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3かけて、次は玉編みですね。1かけて、2かけて、
3。そして全部引き抜いて玉編みですね。そして鎖を3目編んでいきます。1、2、3。足元の同じスペースに引き抜いて2枚目ですね。そしたら次と次のスペースも同じように編んでいきます。次のスペースに引き抜き編みで移動して、また鎖3目からですね、編んでいきます。3。全部引き抜いて鎖を1、2、3。足元に引き抜いて、これで4枚の花びらが編めました。そしたらこれをくるっと裏にして、ここの最初の花びらの足元の額のスペース、ここに針を入れて、このループを引き抜きます。少し絞って、念のため鎖を1つ編んで、ここで糸をカットして引き抜きます。こんな感じのお花ですね。では、一つ飛ばしにお花を編みつけていこうと思います。ここですね。ここの右端のスペースに針を入れて、糸を持ってきます。結んで、糸を持ってきて、ここから同じように編んでいきます。1、2、3。1、2、3。引き抜いて、鎖を1、2、3。足元に引き抜いて、1枚目。次のスペースに移動して、また同じように編んでいきます。1、足元に引き抜きます。花びら4枚ですね。そしたら編み地を手前に倒して、最初の花びらの足元の額のスペース、ここに針を入れて、このループを引き抜きます。少し引き締めて、鎖を1つ編みます。糸をカットして引き抜いて、2つ目のお花ですね。こんな感じでお花を編んでいってください。ではお花を一つ飛ばしにぐるっと一周編んできました。全部で18個になっています。では糸始末していきます。結んで、では入れ口に通す紐を編んでいきます。
この本体の白い糸で鎖編み200目で72センチくらいに編んで、両端にポンポンボールを編んでみました。では4号で編んでいきます。まず最初の作り目を作ったら、少し大きめに鎖を1つ編みます。そしたら針にかかっているループをほんの少し引き伸ばして、この鎖に中長編み2目の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて、鎖の下1本に針を入れて、糸を持ってきます。もう一度編んでいきます。針に糸をかけて、下1本、よいしょ、ここに針を入れて、糸を持ってきます。そしてかけて、全部引き抜いて、玉編みですね。そしたらまた同じところ、下1本に針を入れて、そして引き抜きます。こんな感じの小さいポンポンボールですね。そしたらここから鎖編みを編んでいきます。今回は200目で編んでいきます。1、2、3。では200目編んできました。最後にポンポンボールを編む前に少し長めに残して糸をカットして、で、ここに通した後にポンポンボールを編んでいこうと思います。なので少し長めで30センチくらい残したところでカットします。ではループがほどけないように少し引き伸ばして、少し大きめのとじ針に通します。これで通していきます。こんな感じで角を決めたら、真ん中の水色のマーカーの穴から紐を入れて、一周ぐるっと回って、右のピンクのマーカーまで通していこうと思います。もう一本の紐は反対側の同じところにマーカーをつけて、水色の穴から通していきます。では水色のスペースから通していきます。ここからこんな感じで一つずつ順番にスペースに通していきます。で、ここのピンクのマーカーのところで一周ですね。ここに出てきます。では紐を通したら針を戻してポンポンボールを編んでいきます。針にかかっているループを少しだけ引き伸ばします。針に糸をかけたら最後の鎖の下1本に針を入れて糸を持ってきます。もう一度持ってきます。針に糸をかけて同じところに針を入れて糸を持ってきます。そして全部引き抜いて玉編みですね。そしたらまた同じところに針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。こんな感じですね。そして引き出します。ではもう一本編んで
反対側からも同じように一周通していきます。水色のスペースのところから同じように一つずつ通していきます。そしてピンクのマーカーのところまでですね。そしたらこちらも同じように針を戻してポンポンボールを編んでいきます。少し大きめにループを伸ばして最後の鎖ですね。ここから糸を2回持ってきます。そして全部引き抜いて、また同じところに針を入れて、ここで引き抜きます。こんな感じですね。では糸始末はこの境目あたりに何度か糸を通してカットしたら手芸ボンドで固定しておこうと思います。このあたりに糸を通して手芸ボンドで固めておきます。ではくしゅっと絞ってリボン結びで完成です。ではこちらのボックスタイプは21番で作り目の輪っかを9個編みました。長さは約 9.5 センチです。そして底の部分をソフトティッシュと同じようにここから1、2、3、4、5、6、7と7段編みました。続いて8段目から側面でそこから数えて23段目まで編みました。あとは額と葉っぱをソフトパックで編んだ時と同じ編み方で編みました。額と葉っぱは焦げ茶を4号、お花は薄いベージュを5号で編みました。こちらは紐ではなくて紙ゴムを通していきます。100円ショップで売られているものでちょうど同じような色があったのでこれを通していこうと思います。では通していきます。最後結び目は内側がいいと思いますので向こうから通していこうと思います。さっきと同じようにスペースに順番に通していきます。
で、最後がここですね。こんな感じですね。そしたらゴムが抜けないようにしっかり持って、ここでティッシュを入れてみます。そしたらちょうどいいところで結んでおきます。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。